千葉県房総半島での旅を楽しみながら北上して、今夜は銚子までやってきました。今日はこのまま銚子で一泊です。ホテルにチェックインした後は近くの神楽さんで早速夜ご飯。お疲れ様でした。スルメイカの刺身に殻付きかけグラタン、エビのピリマヨ中華風と初手からなかなかいい並び。さらに銚子といえばサバということで、柚子風味のしめサバも注文。美味しい、ちゃんと締まってる、新鮮なしめサバ。これが本当にびっくりする美味しさで、しめサバってこんな爽やかだったっけと思うくらい。臭みもなくて、サバの旨味の後に柚子がふわっと抜けていきます。千葉の魅力はなかなか伝えきれてない気がするから、あんま来てなかったしね、最近。千葉おすすめ習慣を、そのうちやりたいね。千葉推し。うちの両親とあきさんの両親がね、一緒になんかね、運河巡りしてきたとか言ってたよね。あれ千葉だよね。千葉だね。ね。子供なしで行く？ね、行く普通。我々を差し置いて行く？ 4人で行く？まあ仲いいのはいいけどね。いいこといいこと。初日の夜なんですが、もうこの時点で銚子来てよかった感がすごいです。ピーナッツ入って千葉だから、確かに、これ違ったらあれだけどね。勝手に言ってます。美味しい。美味しい余韻に浸りながら、いい気分のまま就寝です。前日の夜、寝る前に見つけていたのが、朝7時から朝食がいただけるマイワイさん。朝ごはんの情報だけはしっかり拾ってから寝ています。ということで、翌朝早速食べに来ました。ちょいリッチ、焼きサバかな。焼きサバ名物だし、とりあえずいいな。お酒なんか飲んじゃうと大変。さすがにな。おすすめの焼きサバ定食をもちろん注文。胃は肉厚ふわふわで、またしてもサバの概念がちょっと覆ります。さらにネギトロ卵かけご飯も絶品で、朝からしっかり満腹。今日はもういい一日になる予感しかしません。この現在地、この辺ね、ここからずっと屏風ヶ浦、これね。長いね。というわけで、じゃあちょっと歩いていきましょうか。気乗りしないけど。気乗りしない。でも気持ちがいいね。朝の海沿いを歩くなんて、ね。贅沢。美味しい朝ごはん食べて。朝ごはんは美味しかったね。美味しかったね。びっくりするぐらい美味しかった。ホテルのビュッフェを選ばなくてよかった。そうやな。昔よりやっぱあれ、なんかちょっと朝ごはんが贅沢で美味しいと嬉しくなってきた。年食ったってことかな。なあ。まずいな。ここが屏風ヶ浦の一部かなっていうか、あっちに見えてるのが全部ね、素晴らしい景色ですね。すごいね、スケール大きい。もうこの辺で満足して帰りたいところです。それもあり。その後は犬岩へ。
続いてやってきたのは銚子の定番スポット、犬吠埼。まずは東映のオープニングでもおなじみの岩を見てちょっとテンション上がります。それはい、お、東映映画冒頭流れる岩、あちらに、あれね、いつも出てくるあれ、こちらです。これ見える。僕はずっと日本海だと思ってたけど、まさかの千葉だったことを知ってびっくり。はい、到着。その後は灯台にも登って海を一望。おー、すごい。ね。さらに階段まで降りて今度は灯台そのものを眺めてみることに。上からも下からもしっかり灯台を味わってきました。続いては地球の丸く見える丘展望台へ。名前の通りぐるっと視界が開けていて、とにかく気持ちのいい景色です。実際に見ていると海の広さを感じるんですが、映像で見返すと逆に空の方が丸くなっている気がしてきます。撮り方のせいなのか、見ているうちにどっちが主役かちょっとわからなくなってきました。のんびり景色を楽しむにはぴったりの展望台でした。崖っぷちって書いてある。崖っぷち。続いては銚子電鉄に乗って犬吠駅から外川駅まで往復してみます。銚子電鉄は銚子駅から外川駅を結ぶ全長 6.4 キロほどのローカル線。濡れせんべいやまずい棒みたいな名物でもおなじみで、経営の大変さまで自虐ネタに変えてしまうかなり味のある鉄道です。犬吠駅の周辺には灯台や展望台があって、終点の外川駅は木造駅舎のレトロ感もたっぷり。電車に乗る時間までしっかり観光気分です。面白いですね。ね。いいね。一駅だけ。一駅。終着駅。ここまでなのか。9時39分だって。またすぐだね。じゃあちょっと回って。派手な長旅ではないんですが、この短い移動がなんだかちょうどよくてほっこり楽しい。銚子ではこういうローカル線の時間までちゃんと旅の見どころになっていました。
疲れ様でした。お疲れ様でした。銚子電鉄乗ってきました。うん。もうずっと崖っぷち崖っぷちっていうようなところにね、もう常に枕言葉で。崖っぷちとは関係ないかもしれないんだけど、乗り心地はなかなか崖っぷち感が、そうな。そこ含めてレトロ感が。ね、レトロ感で、ね、休日ほっこり、ゆったり乗れる感じだったね。休日ほっこりゆったり乗れるんじゃ、電車としてはちょっと終わってるのかなっていう。そうか。それじゃ困る。ってとこなんでしょうね。ね。なんか喋ってたらお腹空いちゃった。ますます。ね。お腹も崖っぷち。お腹も崖っぷち。でもお腹が崖っぷちだとなんか別の意味じゃない？そうか。トイレが迫ってる感じ。そう、そっちじゃないの？そっちか。ランチはウオッセで海の幸をいただきます。名物のイワシのソースカツ丼と、こちらはほぼ名前で選んだ黒潮丼。選んだ理由は緩めなんですが、味はどちらも大正解。しっかり銚子の海の幸を満喫できました。イワシ？珍しい。もう珍しいよね。銚子来たからイワシも食べたかったから。食べたかったからよかった。分けてもらえると思って。違った。当てる当てる。いただきます。そして市場ではあれこれ迷った末に中トロの柵を購入。昨日から銚子の美味しさをたっぷり味わったので、最後はそのお裾分けとして優の両親へのお土産にしました。悩むとこれ自分たちだけで終わらないあたり、ちょっとだけいい話です。買っちゃいました。買ったね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、魚市場で買い物まで済ませてきました。ね、お土産買えたし。ね、これでバッチリ帰れます。堂々と帰る。自信持ってね。というわけで、銚子の旅もこの辺で終わりだね。そうそうですが、12時になってない状況ではあるんですが朝早かったからね。そうなんですね。なので、今回の旅はこの辺で、また次の旅でお会いしましょう。またねー。